はいどうも皆さんこんにちは。ようこそチャンネル666へ。今日のテーマはですね、国連宇宙局についてです。ズバリ宇宙人がテーマになるんですけれども、世間一般で言われているイメージと実はかけ離れた実態かもしれないというのが今日の内容です。国連宇宙局とは1958年に設立されたオーストラリアのウィーンに本部を置く国際連合の宇宙に関する政策を担当する機関です。宇宙使用計画、宇宙への打ち上げ登録など、また発展途上国に対して経済開発のための宇宙技術の支援などを行う機関と表向きには記載がされています。しかし実際はこれとはかなり異なったぶっ飛んだ機関かもしれないということを今日お伝えしたいと思います。国連のね、この宇宙局ってさ、UNOOSA って書くわけ。UN はね、United Nations で国連なんで、OOSA って何のことかっていうとね、United Nations of Outer Space 外太陽系宇宙無償だと思えばいい。外無償っていうね、宇宙無償だ。はい。地球にやってくる宇宙人の入国管理局そのものだ。映画のメインブラックに登場するあれ、もうまさにあれ。まさにあれとあれよ、いう入ことです。国管理やってんじゃん。やってますね。だろう。確かに映画でも宇宙人が地球にやってくると入生審査登録手続きを行ってそうそう。変なウイルスとか菌を持ち込んでいないかチェックするそうです。そうまた持ち物検査もします。そうさ。入国審査だってやるじゃん。あなたがどこか海外から手荷物検査ありますからね。トランプ検査当然同じことする。同じことするとです。ちなみにどうやらこの国連宇宙局には職員も宇宙人が大勢いるそうです。なので宇宙人にもパスポートやマイナンバーがあるそうです。あるよ、当然そんなものね。でね、宇宙人いろいろ持ち込んでくるわけ。一番持ち込んではいけないのは惑星。いや持ち物じゃないですよ、惑星って。惑星でさ、でかいのもちっちゃいのもいろいろあるわけよ。カゴの中にね、タッパーウェアの中に惑星を入れたままね、持ってくる宇宙人がいるのよ。タッパーウェアの中に。タッパーウェアに入れてるんですよ。カゴどころじゃないよ。はい、確かにですね、映画のメインブラックでも、これぐらいの車に銀河が入ってましたもんね。銀河よ、こんな中に。いろんなあんの。でさらにね、国連宇宙局ってね、いわゆる ICPO とか FBI と一緒でね、指名手配の宇宙人の逮捕もするし、相手国ならぬ相手母子に報告もするわけで、地球に住んでる宇宙人をね、地球人が殺した場合は、これはね、国際宇宙警察ってやつがあるわけで、この宇宙人と地球人のトラブルの処理も行うわけでね、国連宇宙局に行った時に、私がね、ウィーンにあるオーストリアのウィーンに行った時にね、職員からね、聞いた話、職員がいるわけです、当然ね。小さい錠剤ぐらいの粒をね、死体の上に置くとね、ブシャーッとその死体は蒸発する。消えてなくなって消えてなくなるの。便利だね。火葬場いりません。あなたのご親戚死んだら、そのベッドの上に横たわってる遺体に、錠剤ポン、ブッシャー消えます。これね、死んだ生命体にのみ有効だから、生きてる人間にポンと置いてブシはないから。いや、これ犯罪者にはもう泣いて喜びそうな。最高だと思うよ。危ねえ。いいんだか悪いんだかわからない品物ですね。確かにね。ただ環境には優しいよね。火葬場の煙消えます、全部。ブッシュだから。循環しない社会が出来上がりそうですけどね。ほんまやね、ほんまや。でもこれ欲しいよってで、その他にね、地球にね、接近遭遇やってくるこの宇宙人とかね、物体の排除、例えばスペースデブリとかね。で、各国のそれぞれの人工衛星を監視するわけで、ぶつかりそうになるとアラート出すわけで、この軍事衛星の監視で、あと正体不明の人間、いわゆる国籍もわからない、人種もわからんっていうのも管理する。なんでかっていうと、普通生まれればよ、何かしら書くよね。本籍とか戸籍とかあるね。それがないっておかしいじゃん。確かになかなかあれですよね、周りで戸籍がない人間っていないですよね。そう普通いないですよね。
日本に関しては日本に関しては特にないし、ありえるのはね、一人っ子政策をやってる中国はよ、確かに戸籍を書かない場合は今でもあるんですよ。はいはいはい、中国は中国はねですよね、コピーただ見た目中国人じゃないようなやつでね、お前何者だっていうのはね、宇宙人の可能性もしくは異次元人の可能性が突然出てきたっていうね。でね、これね、ちなみに宇宙人が住んでいい場所で決まってる。だからね、地球人のいない直径200キロのエリア。それはね、いわゆる砂漠のど真ん中に村があってよ、直径200キロの範囲の中に何にもないところ、そういうところに住めるわけで、それはどこかっつったらね、モンゴルのウリアスタイとか、せいぜい日本の帯広とかね、あと鍾乳洞の中ね、富士山の青木ヶ原の樹海の中に風穴という鍾乳洞があってね、長さが数十キロ、下手すると数百キロある。富士山の向こう側まで行く可能性がある。これもね、皆さんが観光できるところっていうのはせいぜい数百メーターなんで、奥どうなってるか分かんない。そういうところにね、モリアンっていう名前のね、宇宙人が住んでる。はいはい、モリアン。モリアン。アリ人間。地底そう、地底人。地底人。アリ人間って言われてる。で、これはね、例えば古代において地球にやってきてよ。で、地球に定住している宇宙人の管理もこれはやるわけ。ここに宇宙人。いっぱいいるの。いっぱい。あなたの後ろに宇宙人。はいはいはい。登録されてるだけでもですね、66種類。つまり未登録もいっぱいいるわけです。登録されたくない、わかる。僕もね、マイナンバー持ってません。登録されたくないから。宇宙人でもマイナンバーを拒否するやつらがいる。どういう我々だって拒否してんだからね。で、あとね、しかしあれですね、ウリアスタイとか砂漠のど真ん中とかって、だいぶすぐにはハードル高そうな場所ですね。まあね、たださ、水のいらない宇宙人たちいるわけ。逆にそこには地球人いないから、彼らは非常に平和に暮らせるとね、水のないところに。だからそのタクラマカン砂漠とかね、ゴビ砂漠とかね、ど真ん中、地球人が住んだら死ぬ。まあ無理ですね、ちょっと住むのは無理ですね。死ぬよこれ。で、2018年の2月にね、この国連宇宙局に行った時にね、宇宙人に会いました。当たり前です。はい、あったんですか。国連宇宙局だから、当然宇宙人いるわけで、宇宙人がね、地球人の髪の毛切ってました、床屋さんが。美容師の免許まで持ってるんですか。もちろん。でね、どうして宇宙人かって分かるかというと、靴血管を切れてんの、ヨーロッパの人間に。真っ白い、真っ白。これがポールファイトだと思ったよね。で、さらにね、オーストリアの地下鉄でね、カイザーミューレンという駅があるわけ。この目の前が国連宇宙局。で、このカイザーミューレン駅の駅前の、ね、コンビニでね、この宇宙人がね、普通にバイトしてレジ打ちしてました。最初それを見た時はね、いや、そんなバカなと思ったけども、国連宇宙局に行ってうじゃうじゃ宇宙人がいるのを見てね、私常識壊れました。で、他にもいろいろね、例えばね、目玉がさ、純金の色、すごいから、黄金の目玉、花目族っていうの、花目族で金の目って言われてね、青い目の種族もいるわけで、 DNA 調べるとね、地球人のものではないと分かっているというよりも、もうね、報告書出てる。で、皆さんね、英語でね、検索エンジンでさ、ノンアース DNA ブルーアイスって入れてごらん、出てくるから、有名なのこれは。ほら、団長があったのもやっぱり青い目の宇宙人だった。そう、真っ青。青ってね、ブルーそのものよ。もうこのブルーだから、ほんまにね。おかしいやん、こんな。人間の姿でも人間の当たり前のように生活をしてる。普通こにれもあれですよ、やっぱメインブラックの映画でもあったような。あったでしょ。確かに。それは外人その辺にいるのと一緒。宇宙人だって外人だ。外の空。そう、外人です。ちなみにですね、この金色の目の種族は、これ硫化水素を吸うと瞳がどうやら金色になるらしい。まあね、それはそうだ。だって硫化水素って実際金だから。金色だ。普通は死にますよね。死ぬ。もう即死。すぐ死だからやばいですね。もう一発でそれは。青い目の種族っていうのはインドネシアにどうやら多く存在する。結構する。で、日本のニュースで紹介されてないんだけど、海外のニュースで普通に紹介されてる。国連のユニセフが
宙人の転校生を差別してはいけませんよという、PR 動画が流れている。その通り、はいなんで日本で流さないんだこれ、はいはいねこれ確かに見てみるとあれですよね、すごいでしょ今出てる宇宙人が転校してきていじめられてるいじめられてて、そりゃそうだろうな。地球人同士だっていじめるじゃん。はいはい新しく入ってきた転校生、日本人一緒だよ。まあ、外国人の転入生が来たらいじめやっぱられる。りそうなっちゃうよ、梅田日本だと。はいはいいじめるなよといういわゆる教育ビデオだよね。教育ビデオそうなで最後にはこれあれですね、なんか超能力を使ってそうそうそう、なんかう生徒を動かしてるとわーっと動かせてあ、お前すごいことできるんだ、すごいじゃんで終わるわけでしょ。仲良くなって終わるっていう。そうじゃそうなってほしいよね。確かにですね。はい、いかがでしたでしょうか。国連宇宙局に関する今日は都市伝説をお届けいたしました。まあちょっとにわかにはとても信じられないような内容だと思います。皆さんはどう思いますかね。ぜひコメント欄で教えていただければなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。See you next time.